で焼きすぎるとアンチョビはですねどうしても臭みが出てしまうので、ごく弱火でオイルの中に溶け込ます。で茹で上がったパスタを加えて、でもうここで混ぜ合わせるだけです。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はキャベツとアンチョビのアリオ料理を作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ニンニク、唐辛子、アンチョビ、春キャベツ、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、日本のイタリア料理店で、よくある組み合わせのキャベツとアンチョビのパスタを作るんですけど、今ちょうど季節のですね春キャベツだからこそ美味しいパスタ料理をですねこれから早速作っていきます。でまずはですねこの春キャベツカットしていくんですけど、今日1人前 60g ほど使っていくんですけど、基本的にこの生え際のところ、ここにちょっと切れ込みを入れる。そうすると綺麗に剥がれるのでこんな感じですね。で 60g なので2枚ぐらいで、今綺麗に剥けたんですけど、今日はですねこの芯って結構捨てちゃったりするんですけど、ここがね春キャベツで甘くて美味しいので刻んで使っていきます。でこの芯の部分だけですねちょっと掃除して、でここは薄めにスライス、サラダ感覚です。で葉の部分はですねちょっと大きめに取りたいんで、もうこの包丁で切るんじゃなくて裂く感じです。大きめに裂いておく。でこんな感じです。次にこのキャベツの甘みとですね本当に相性がいいアンチョビを2ヒレ、ソース用とあとは仕上げに生で散らす用2種類用意します。でソース用は溶けやすいように適当に刻んでおきます。あとは基本のニンニクは好きな切り方で大丈夫なんですけど、春キャベツの柔らかい食材があるからこそニンニクはですね細かめのみじん切りにしてパンチを出して、お皿全体のバランスをとっていきます。あとは小ぶりの唐辛子は砕いて使っていきます。で今日のパスタ料理はですね、食材も特別なものはないですし、スーパーで手に入るような食材ではあるんですけど、そういうシンプルなパスタ料理だからこそですねちゃんとしっかりと考えて作ることによってその料理が別物になります。で今日のパスタでいうと春キャベツっていう食材は生食にも適しているので、その特徴を生かした調理法をすると、例えばこのちょっと普通のキャベツよりは短めに茹でてあげたりとか、芯の部分はですねさっきみたいに薄くスライスにしてさっと茹でてサラダ仕立てにするっていう使い方を今日はします。でそのキャベツの柔らかい春の甘みがあるからこそアンチョビのうまみと塩味が加わることでその良さが引き出されるようなパスタ料理になっています。はい、まずはパスタ茹でていきます。で今日はパスタ自身の美味しさもしっかりと欲しいので 1.7mm のブロンズタイプのスパゲッティーニを使っていきます。2リットルに対して 30g の塩を茹でたパスタの中で茹でていきます。で切ったみじん切りのにんにくと辛みはもうお好みです。でもちょっと今日は辛い気分なのでしっかりと砕いて、でオリーブオイル、30ぐらいです。で加熱していきます。で今日は春キャベツが本当に優しい食材なので、パスタ自体アーリオオリオペペロンチーノしっかりとしたベースがないとぼやけてしまうので、ここでですね、沸いたら弱火に落としてじっくりともう 5,6 分にんにくとこの唐辛子の香りをしっかり出していく加熱の仕方をしていきます。はい、今沸いてきました。そしたらごく弱火にしてちょっと一回オイルのですね温度を均等にして、で傾けられるなら傾けて、この状態でもう 5,6 分じっくりです。でじっくりと香りを抽出している間に今パスタ茹でているところですね、芯の部分を5秒ぐらい茹でていきます。もうさっとくぐらせる。1,2,3,4,5、はい、もうこれで。でこの芯の部分を小さいボウルに上げていきます。でこの5秒茹でた芯の部分、まだシャキッとした食感が残ってます。でここに、美味しいオリーブオイル少しと、あとはほんの気持ち塩で
甘みを引き出す塩です。でこれでオイルと塩をですねちょっとなじませておきます。はい、それで今5分ぐらい加熱していったんですけど、この音聞いてください。シュワーっとした音です。ニンニクに軽くついた状態です。でここまでいったら先ほど刻んだアンチョビですね。アンチョビを加える。でアンチョビを加えたらここでですね今ごく弱火の状態なんですよ。このままです。でもうあくまでもアンチョビは溶かすという作業なので、ここでアンチョビ焼かないことです。で焼きすぎるとアンチョビはですねどうしても臭みが出てしまうので、もうごく弱火でオイルの中に溶け込ます。そうするとですね、アンチョビのうまみだけがこのオイルに入るので臭みが出ない加熱方法です。でちょっとこのオイルの中にですねアンチョビをこうほぐしながら、そうするとアンチョビのですねいい香りが立ったので、ここで少量の茹で汁加えたら、ちょっとフライパンを揺すって火を切ります。そうするとですね、オイルベースのままそのままあえてもいいんですけど、ここで今茹で汁を少しだけ入れてこう温度を下げるとですねソースになりましたよね。こうとろっとしたベースができます。この状態でパスタを茹で上げてあげると、パスタ絡んだ時に乾きづらいというか滑りが良くなるので、このやり方をします。で40秒前になったのでキャベツを入れて、で40秒入れてパスタと一緒にこのソースに加えて仕上げていきます。で茹で上がったパスタを加えて、でもうここで混ぜ合わせるだけです。あとはですねもうこのオイルソースをなじませて、こう麺にツヤがある状態になったので、これで盛り付けていきます。はい、これで春キャベツとアンチョビのアーリーオーリオ完成です。はい、いただきます。うんうんうん、美味しいですね。こうやっぱパスタを咀嚼した時のブロンズダイスのパスタだからこその小麦粉の自然な甘みだったりとか、そこに今日のこの春キャベツだからこそこの食感を意識したですね自然な甘みがあって、そこにアンチョビのですねこの対比がたまらないシンプルなパスタ料理になってますね。で今日のパスタは春キャベツが主役なんですけど、もちろん普通のキャベツやっても美味しく作ることができます。でイタリア料理って結構アンチョビを使う料理が多いんですけど、コメント欄を見てるとたまにアンチョビが苦手なんですよねっていう方がいて、代用ありますかっていうのを見ることがあるんですけど、もちろんですね代用は結構あって、苦手な人だからこそですね今日のアンチョビの加熱の仕方を試してほしくて、苦手な人あるあるで結構アンチョビって焼きすぎちゃって臭みが出てるケースがあるんですよ。なのでまずは今日のやり方試してもらって、それでも苦手食べれないっていう方はですね塩辛で代用してやってみてください。これがですね、僕は塩辛のパスタってすごく好きで、塩辛のアーリオオーリオとか塩辛バターとかですね、バター醤油とかいろいろあるんですけど、ちょっとアンチョビに似たようなですねニュアンス出せるので、よかったら作ってみてください。で前回いただいたコメントでイタリア系のパスタにはアルミパンで、和風系のパスタにはテフロン加工のパスタ使ってると思うんですけど、こだわりあるんですかっていうコメントいただいたんですけど、よくお気づきで、これはもう僕の勝手なイメージの問題で使い分けているだけなので、皆さん好きなフライパンでやっていただいて全然大丈夫です。はい、ごちそうさまです。今日のこの料理なんですけど、イタリアンといったらですね結構
定番なパスタ料理になるので、何度も作って精度を上げてみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。